こんにちは、カズマです。11月12日火曜日、昼の2時32分を回りました。いや、今日もいい天気ですね。もう、風がほとんどないですし、空と雲のコントラストも抜群でして、で、今近くに川が流れてるんですけれども、こうやって川を眺めながらぼーっとしているこの時間がすごく心地いいですね。まあ単純に、その動画撮影する上では別に室内で撮ってもいいんですけれど、まあなんか場所を変えて普段と少し違う場所で動画を撮るっていうのもいい気分転換になるんじゃないかなと思って、それでこういう形でカメラを回しています。今日話す内容なんですけれども、ある人物が語った言葉について、読み上げたいと思います。まあ、簡単に言えば、ちょっとした朗読と言いますか、先日、近くの本屋で、立ち読みした時に、偶然目にした言葉があったんですけれども、それを読んだ時に、自分の中でうまく言語化できなかった部分が、うまく汲み取っているというか、自分の中ですごくハッとさせられるようなものがありましたんで、まあそれを、まあこういう形で、見ている方々にとっても何らかのきっかけというか何らかの気づきであったり、何かしらのその些細なきっかけにつながればいいなと思って、それで今こういう感じで、動画を撮ってます。それでは読み上げたいと思います。ラジオ感覚でお聞きください。この時代に生きる私たちの矛盾。ボブ・ムーアヘッド牧師の説教より、ビルは空高くなったが、人の気は短くなり、高速道路は広くなったが、視野は狭くなり、お金を使ってはいるが、得るものは少なく、たくさん物を買っているが、楽しみは少なく、家は大きくなったが、家庭は小さくなり、より便利なものが増えたが、時間は前よりも少ない。たくさんの学位を持ってもセンスはなく、知識は増えたが、決断することは少ない。専門家や学者は大勢いるが、問題は増えている。薬も増えたが、健康状態は悪くなっている。飲みすぎ、吸いすぎ。衝動的な勢いで浪費し、笑うことは少なく。猛スピードで運転し、すぐ怒りをぶつけることもあり。夜更かしをしすぎて、起きた時は疲れすぎている。何かを読むことは稀で、テレビは長く見てるが、祈ることはとても少ない。持ち物は増えているが、自分の価値は下がっている。喋りすぎるが、愛することは稀である。それどころか、憎むことが多すぎる。生計の立て方は学んだが、人生を学んではいない。長生きするようになったが、長らく今を生きていない。月まで行き来できるのに対し、近所同士の争いは絶えない。世界は支配したが、世界はどうなのか。要は内面の世界っていうことですかね、これは。まあいいわ。で、続きます。前より大きい規模のことは成し得たが、よりいいこと、より良いことは成し得ていない。空気を浄化し、魂を汚し、原子核を分裂させられるが、偏見は取り去ることができない。急ぐことは学んだが、待つことは覚えず。計画は増えたが、成し遂げられていない。たくさんのことを書いているが、学びはせず。情報を手に入れ、多くのコンピューターを用意しているのに、コミュニケーションはどんどん減っている。ファーストフードで消化は遅く、体は大きいが人格は小さく、利益に没頭し、人間関係は軽薄になっている。世界平和の時代と言われるのに、家族の争いは絶えず、レジャーは増えても楽しみは少なく、たくさんの食べ物に恵まれても栄養は少ない。夫婦で稼ぐようになったと同時に離婚も増え、家は良くなったが家庭は壊れている。忘れないでほしい。愛する者と過ごす時間を、それは永遠には続かないのだ。忘れないでほしい。
すぐそばにいる人を抱きしめること。あなたが与えることができるこの唯一の宝物には1円もかからない。もう会えないかもしれない人の手を握り、その時間を慈しむことを愛し、話し、あなたの心にあるかけがえのない思いを分かち合おう。人生はどれだけ呼吸をし続けるかで決まるものではない。どれだけ心の震える瞬間があるか。これが重要である。という感じで、はい。いかがでしょうか。まあ、最近読んだ本というか、ある書籍で、紹介された牧師さんの言葉についてなんですけれども、もう自分の心に、もう純粋に衝撃を受けましたね。特に序盤の建物は空高くなったけど、人の気は短くなり、道路は広くなったけど、視野は狭くなったっていう、この、何もかもが反比例して起きてるっていうのと、あと便利なものが増えすぎたものの、時間は少ない。何かに追われている。そのことに対して、気づきもしない、無意識なまま、便利すぎるものに囲まれて、もう情報過多なものに覆われていて、で、しかも、今の人生、今の現代社会において、一日の中で入ってくる情報量ってめちゃめちゃ多いじゃないですか。だって、江戸時代の人が、生きていた当時の、その1年分の情報量っていうのが、1日の中に入ってくるんだよ。その江戸時代の人たちが、1年間の間で、1年間の間で、耳に入った、もしくは触れてきた情報量っていうのが、それがもう1日分にこう凝縮されてるんだよ。そりゃ疲れるよね。最近本当もう情報量がものすごい多いというか、あと、こうバズらせる目的で投稿されてるやつもそうだし、あと、キラキラしたものとか、俺そういうのめっちゃ嫌いなんですよね。最近そういうものは、もうできる限り、表示させないようにするために、もう一件一件もブロックしてるんですよね。で、あとは、特定のワードが含まれているものは一切表示させないっていう風にね、もうそうやって、非表示する機能をもうバンバン使ってますね。で、おかげで、そういうものをやってきたことによって、だいぶ、そういう情報の取捨選択を行ったことによって、だいぶ気が楽になってきましたね。まあ、それでも、たまに、なんていうのかな、まあ、限度はあるけれど、何もしないよりは、そういう非表示とかブロック機能を使って、できる限り情報の取捨選択、その必要ない情報を触れないようにするっていう対策を取ったことで、少しだけ、前よりは、過ごしやすくなった気がします。今回はね、このボブ・ムーアヘッド牧師という人物の残した言葉をね、これを、ただ読み上げただけなんですけど、まあ読み上げるっていうか、一部少しだけ、省略するというか、まあ一部、抜粋して、で、一部、読み上げる言葉の部分を少しだけ変えて、で、自分なりの解釈を交えて、今言ってみたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、こういう形式で動画を撮るのもありなんじゃないかなと思って、それで今、まあ、試しにこういう形で撮ってみたんだけれども、まあ、少しでも気に入っていただけると幸いです。はい、という感じで、今、場所を変えて、今こういう感じで収録を行っているんですけれども、いかがだったでしょうか。本当にね、今の現代社会、便利なものがめちゃめちゃ増えているじゃないですか。サービスを利用する側にとっては、その恩恵がかなり大きいかもしれないけれど、そのサービスを提供する側の負担がもうえげつないんですよね。もう半端ないわけですよ。おもてなし精神というものが今まではそれで高く評価されていたかもしれないけれど、なんかね、この外国籍の観光客が増えすぎた影響もあってか、おもてなしというのはすごく素晴らしいことだと思うけれど、同時になんかわがままなお客さんが増えるきっかけになってるんじゃないかなっていう気がしたんですよね。便利すぎるものが当たり前になって、で、次第に感動すらしなくなる。それどころが、わがままな人が増えて、で、多少なりともう暴言を吐いたり、なんか、ね、断るごとにサービスを提供する側に対して、なんか無茶な要望をこう投げつけたりとか、それをこう無理やりぶつけたりするような、そういう、悪質なお客さんっていうのがすごい増えてるんですよね。はっきり言って、ああいう人たちの方がすごい失礼だと思うんですよ。それは
外国人観光客だけじゃなくて、日本人のお客さんも、これに該当する人めちゃめちゃ多いんですよね。なので、その現代社会における、この矛盾というものを読んだときに、考えさせられるものがありまして、で、それで今回こういう形で、シェアしたいなと思って、動画を撮ってみました。まあ一部朗読みたいな感じの形式で撮ってみたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。まあほんの少しでも人生における些細なきっかけや何らかの変化につながれば幸いです。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。